どうも、ヒストリックカー&バイクです。今回はですね、当チャンネルの運営者、僕の愛車の1台を皆様に紹介しようと思います。以前ですね、ご紹介させていただいたスタンダードのビートルのね、動画も好評いただきましたので、もう1台の愛車でもある、こちらのルノートウィンゴをね、皆様に紹介していきたいというふうに思います。こちらのね、ルノートウィンゴ、1998年式のトゥインゴになります。このですね、ルノートウィンゴ1というのは、1993年から2007年まで生産されていたようで、この個体はですね、おそらく初めての大きなマイナーチェンジがなされた後のモデルになるかと思います。一番最初の初期のモデルと違う形式のエンジンに乗せ替えられて、この個体の後にですね、バンパーにフォグランプがつくような大きなマイナーチェンジがあってっていう形なので、前期、中期、後期的に言うとですね、おそらくこの個体は中期ぐらいの個体になるんじゃないかなというふうに思います。この動画ではですね、便宜上中期っていうふうに呼ばせていただきますが、中期のバンパーに関しては、実はですね、黒い樹脂がむき出しのバンパーが前後標準装備だったりもするようです。なんですけれどもね、3年ほど前に僕の手元に来た段階で、クリア塗装がですね、少し剥げてしまって、ボディ全体がね、少しやれてしまったような状況があったので、純正と同色でですね、劣化したボディの表面だけ軽く同色でペイントしてもらってます。その際にですね、前後の樹脂バンパーの部分を下半分ですね、ボディ同色ペイントにしてもらって、バンパー上部の部分をこういった形でですね、マット塗装してボディを仕上げています。もうほとんど板金もパテ入れもすることなくですね、表面を軽く削ってですね、純正と同色のペイントをしてもらっていて、バンパーだけはですね、上下塗り分けでバンパー塗装してもらってるっていう感じですね。カメラでどこまでわかるかわからないんですけど、そこまで完璧を求めた塗装ではないです。下地のね、ちょっとした塗装のひび割れみたいなところもね、少し浮き出てしまっているようなところもありますが、パッと見こうやって離れてみれば、とてもピカピカで綺麗な個体だっていうのがね、わかると思いますんで、コストパフォーマンス的にはとてもいい塗装をしてもらえたんじゃないかなというふうに思ってます。運転席側はね、もうすでに磨いたんですけど、こういったところ、元々のボディ色、普段紫外線の影響のないところがこれぐらい劣化したような状態で、さらに外側に関してはもうクリア層がペリペリに剥がれてね、塗装が割れて剥がれてきてしまっているような状況があったんで、磨きを入れてもらって、これだけピカピカに磨いてもらいました。こういったところのね、部分の関しては、運転席側はもう磨いてあるんですけど、助手席側、僕の手元に来てから磨こうと思ってね、全然まだ手を入れられてない部分だったりもしますんで、こういったところはどんどん綺麗にしていければなというふうに思ってます。はい、こんな感じで、磨けるところは磨いて、すでに運転席側なんかはね、綺麗に磨いていたりもして、こういったところもそうですね。車内も意外と鉄板むき出しの部分があったりするんで、運転席側は磨いてありますが、助手席側はまだ磨きを入れてないので、今後ね、さらに車内を磨いていこうと思います。後部は一度自分で磨きましたね。大汗をかきながら夏場にピカピカにこういったところも車内も磨いて綺麗にしました。途中でね、心が折れて、助手席の窓枠部分とエンジンフードの中ですね、ここもまだ磨けてないので、さらにピカピカにしてですね、この子をより美しい状態に戻してあげたいというふうに思ってます。よいしょ。内装の紹介させていただこうと思います。内装に関してはこんな感じでございます。当チャンネルヒストリックカー&バイクで登場する車両の中ではですね、比較的現代的な車両デザイン、車内デザインになっているかと思いますが、それでもですね、個人的にはこういった車内、現代の車にはないフロントガラスの開放感だったり、ドアの開口部の広さ、こういったところはね、衝突安全基準とか厳しくなってしまったね、現代の車よりはですね、はるかに開放感のあってノスタルジーを感じられる車内なんじゃないかなというふうに思ってます。1200cc の乗車定員4人の車なんですけれども、車内を見ていただくと、助手席、運転席の後ろの足元もですね、こんな感じで広々確保することができていて、乗車定員4人の割にはですね、大柄な男性4人でもゆったり座ることができるんじゃないかなっていうぐらいの車内空間確保できてます。トランクルームなんですが、よいしょ。後部座席のシートを一番後ろまで下げている状態ですが、それでもですね、これだけの荷室空間確保されていて、こちらのシートも前にスライドさせることによってもっと広大なね、ラゲッジスペース確保することも可能になっています。こんな感じでトゥインゴちゃんをさらっと紹介してみましたが、ホンダの初代トゥデイを参考にルノーがですね、同じような
開発思想を持って作られたのがこのルノートゥインゴちゃんっていうところに関してはですね、車好きの間ではかなり有名な話なんじゃないかなというふうに思います。そういったところを踏まえて、この車の外装を改めて見てみると、ボディの四隅に追いやられたホイールベースの長い前後タイヤホイールとですね、それによって、確保された広大な車内空間だったり、フロントのね、ヘッドライト周り、人でいうところのお目目に値するところだと思いますが、こんなね、フロントマスクデザインなんかも、どことなくホンダのトゥデイですね、それを彷彿とさせるようなデザインなんじゃないかななんていうふうに思います。こんな感じでですね、この子をね、迎え入れてからだいたい3年ぐらいの期日が経っているんですけれども、実はですね、この子を迎え入れるにあたっての経緯、そういったところにもですね、少し面白いストーリーがあったりもしますので、そのあたりはですね、軽くドライブしながら皆様にお話ししようと思います。はい。ということで、ドライブしながら、この子を迎えた経緯についてね、ご紹介していこうと思います。この子を迎え入れるにあたって、僕はですね、ルノーのトゥインゴワンが欲しいということで、手に入れたっていうわけではないんですね。かといって、仲間の方がもともと乗っていた車両というわけでもなく、この個体はですね、ヒストリックカー、ノスタルジックカーのお師匠と呼べるような方がいるんですが、その方にですね、左ハンドルのマニュアルで乗り出し100万円以下で、できれば100万円よりも安い金額で乗り出せるヒストリックカー、ノスタルジックカーの入門になるような車を選んでほしいということで、完全にですね、信頼を受ける人にお任せした状態で、その方がこれはどうだということで探し当ててくれた車両になります。なので、整備がなされて、車検を取得して乗れる状態になるまでですね、僕はですね、ルノーのトゥインゴが納車されるっていうことを知らずに納車されました。さらに言うと、自分でね、好きな車を選択して手に入れるっていう選択をするとするならば、おそらくルノーのトゥインゴは一切選択肢に入らないような車だったと思います。もし選べるのであれば、後輪駆動の車、さらにスポーツタイプの車、そしてですね、ドイツ車、イギリス車ですかね、っていうところの中から車両を選択していたように思います。その中で FF のコンパクトカーで、フランス車であったとしても、おそらくプジョーを選択していたかなっていう中で、ルノーのさらにトゥインゴ。自分では絶対に選択しなかった車だっていうふうに今でも思うんですよね。ただ、その信頼している方の教えじゃないですけれども、その方が言われていて、僕が感銘した言葉の一つっていうのが、アメ車を悪く言う人、実際にアメ車に乗ったことない人が多かったりする。イギリス車を悪く言う人は、実はイギリス車に乗ったことなかったりする人がいる。なので、そういうような状況になることないように、どんな車でも好き嫌いすることなく、ちょっと言葉選ばずに言うならば、食わず嫌いをすることなく、どんな車でもね、実際に自分で手に取ってみて、ハンドルを握ってみて、場合によっては所有してみて、その車のいいところ悪いところっていうところをしっかりと自分で感じられるようになった方が、車好きとしては様々な車に対する造形が深くなるよね、みたいなことをね、おっしゃってるのを聞いてとても感銘してですね。それであれば僕がね、固定概念に縛られてしまって車選びをするのではなくて、完全にお任せしますので、車を選んでくださいっていう風にね、お願いをするに至ったんですけれども、自分で選ばなかったであろうルノートゥインゴに乗ってみて、僕が感じたことっていうのは、フランス車の猫足っていうものが全くどんなものか知らないままね、この子を迎え入れることになったんですけども、ハンドルを握ってすぐのタイミングは、直進は乗り心地いいよなっていう。でも結構ふわふわな足回りなんだなぁなんて思って乗り出して、少しコーナーに差し掛かったり、ワインディングに差し掛かったりするときに、ものすごい衝撃というか、そういうことかっていうのが僕の中に来るわけですよ。もちろんフランス車なんで猫足のようにふわふわした足回りではあるんですけども、ハンドルを切り込めばそれなりにロールはするんですけども、国産車には絶対ないなって思ったのが、ある程度ロールしたところでサスペンションが踏ん張ってくれるような足の動きっていうのをね、感じて、これが猫足なんだっていうのをですね、この車を運転してものすごく感じたんですよね。自分じゃ絶対に選ばなかったフランス車に乗ってね、所有してみて学べたことってこういうことだよなとか、そんなことを考えたりとかしてると、やっぱりね、自分自身の固定概念とか、自分自身のこだわりみたいなところを一度脱ぎ捨てて、まっさらな状態で自分の愛車っていうのを考えてみるっていうのはすごく重要なんだろうなっていうのをね、ものすごく感じさせてもらったんですよ。なので、スポーツタイプの車でもなければ、高級車の路線でもない、どちらかというとフランスの大衆車。しかもその中でもね、排気量が小さめなルノーのトゥインゴっていう、そういう車なんですけれども、実際に乗ってみたら、エンジンはトルクフルで、何速でもね、多少ギアが高
高かろうが低かろうが元気にアクセルを踏み込めば加速していってくれるようなエンジン特性ですし、ビートルのようなメカニカルなキャブ車の運転しているようなそういった感覚は得られないまでも、どちらかといえば現代のような車の安心感でですね、ドライブに出かければ高速道路、場合によっては100キロ、区間によっては120キロの区間なんていうところも不安なく直進安定性も抜群で走ってくれますし、クーラーはガンガン効くし、このモデルはですね、パワーステアリングこそついてませんが、窓はね、パワーウィンドウでボタン一つで窓の開閉ができますし、28年前の車とは思えないぐらいね、安心して運転することができるこの車。この子はこの子でね、ふとした時に運転してドライブに行きたくなる。それをね、楽しむことができる環境。それは固定概念でガチガチの自分が選択したら絶対に得られなかった感覚だなっていうふうに思うと、自分自身の固定概念とね、こだわりみたいなものを脱ぎ捨てて車選びをしてみるとか、そういったのってすごく重要なことなんだなっていうのがね、この車に乗るたびに改めて思い直させてもらえるっていう。そんな気持ちに毎回させてもらってます。ということで、そんな感じでですね、僕の愛車の1台であるルノーのトゥインゴ紹介と迎え入れるまでのストーリーご紹介させていただきました。実はですね、この車両、つい最近までたまにしかエンジンがかからないような症状にも見舞われてました。燃料ポンプの劣化かなということで、燃料ポンプの部品をね、取ってもらって、自分で燃料ポンプ交換してみたりもしたんですけども、症状が改善せず、それであれば次はクランクセンサーかなということで、クランクセンサーの場所をですね、探し当て、外してみたところ、センサー自体の異常ではなくですね、このクランク角センサーの上にあるクーラントのホースからの若干の滲みとですね、油汚れとホコリがセンサー部分にべっとりと付着していて、それがですね、クランク角センサーのセンサーとしての機能を奪っていたということで、たまにしかエンジンがかからなかったっていう。なんでね、結論、クランク角センサーの清掃だけでね、症状が改善したんですが、今元気いっぱい走ってるトゥインゴちゃんだったりしますんで、またね、何かの機会があれば当チャンネルでも登場してもらってご紹介させていただこうと思います。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。